国会は議論する場所ですから、建設的な議論を議論したいと思います。ですから、これを政局にするのではなくて、我が国の、私はですよ、我が国のこれがまさにバックボーンだと思ってますから、どこの場所で議論するとか、そういうことではなくて、今、国会で最優先すべき議論は何でしょうか。物価高でしょうか、円安でしょうか、それとも政治とカネでしょうか。令和8年7月3日の記者会見で、国民民主党、榛葉和也幹事長が真っ先に挙げたのは、皇室典範改正でした。皇室の問題は、政争の道具にしてはならない、静謐な環境で議論すべきだ。世界で最も長い歴史を持つ皇室、その安定的な継承は、日本という国の根幹に関わる問題だと榛葉幹事長は訴えます。そして、その議論を進めるためにも、まず予算委員会を開き、党首討論を行い、国会を本来の議論する場所に戻すべきだと主張しました。榛葉幹事長の発言をもとに、その真意を詳しく見ていきます。総理がですね、インドに外遊されて、実りある日印の経済交渉を含めてですね、さまざまな議題を議論されたということを大変嬉しく思っています。今、日本経済大変重要な時ですし、今や世界第1位の経済、人口大国、世界第1位の人口超大国になったインドとのですね、経済連携というのは極めて重要ですので、ぜひ今日夜にご帰国されるということですので、ぜひご安全にですね、ご帰国されることを祈っております。で、週が明けるとですね、参議院では決算委員会テレビ入りがもうセットされてますので、いよいよ参議院をはじめとして本格的な議論が国会でも始まるということだと思います。今ですね、国会が止まっているようなことを言ってらっしゃる方もいますが、我々は約束されていることをやってくださいと。参議院では今日も沖縄北方委員会、特別委員会が開催されてますし、週明け月曜日は決算委員会テレビ入り、総理が入りますのでね、おそらく来週になると、もう週3で予算がセットされるんだろうと思います。総理自身がですね、早く静謐な環境の中で、残された最後の衆議院閣法である皇室典範、これを落ち着いた環境の中でしっかり成立させるというのが、衆参与野党の国会議員の総意という形でここまでやってまいりました。中身はね、さまざまあると思いますが、しっかり整えて、我が国のバックボーンである皇室の安寧をしっかりと担保するということは当然だと思いますので、しっかりと我々も議論に応じていきたいと思いますし、環境を整えるやっぱ一番は、予算委員会をしっかりやることと、4月以降、毎月やると言っている党首討論ですね、これも総理がこの大切さ、よく分かってらっしゃると思いますので、おそらくこれもどこかのタイミングでセットされるんだろうと思います。国会は議論する場所ですから、しっかりと党の幹事長として責任を持って、この予算、QT を実りある議論をすると同時にですね、衆議院で残された最後の閣法、皇室典範の改正、そして参議院ではこれプラス16本のまだ閣法が参議院残ってますからね、残り2週間で出口の参議院、しっかりと審議をして、法案の議論を前に出していきたいというふうに思います。ジャパンインデプスの安倍です。はい、どうぞ安倍さん。皇室典範を優先ということでありますが、野党側は副首都と定数削減を下ろさない限り、審議には応じないという形を今取っておりますが、今後これはどうなるんでしょうかね。ちょっとそれね、間違ったニュアンスが言ってますけれども、昨日伊藤孝恵さんもですね、参議院議長に申し入れをしてますね。一つが、この皇室典範改正の議論のための必要な絶対条件は静謐な環境だと、これは言うまでもないです。与野党衆参で暴れてたら、こんな大切な皇室の問題、議論できませんし、そのような状況で議論するとなると、天皇皇后両陛下のみならず、皇族の皆さんに大変ご無礼になりますので、そして日本国民に対してもご無礼になりますので、静謐な環境をしっかり取り戻すということと、この維新さんの出している
2、議員立法、これを拙速な議論をしないということですね。まずこういう先般しっかりやろうよと。安倍さんにはもうお釈迦様に説法ですけど、これ、閣法じゃなくて議員立法なんですよ。議員立法っていうのは、その法案を出したい党派、会派が、しっかりと与野党に根回しをして、説明をして、ぜひこの法案を、議員立法を一緒に議論しませんかと、議員立法が成立する場合は、おおむね全会一致ですね。委員長提案といって、議論なしですっと通すときもあります。それくらい根回しをしっかりまとめ上げて、議員立法をやると。ところが、この定数削減と副首都法案は、私も中身聞いてないし、簡単に言うと、他の野党に根回しがまだきれいにやってないんですね。そこにもかかわらず、委員長さんが維新さんで、職権といって、合意に委員会立ててしまったので、波が高くなってしまって、波が高くなってしまったので、一番やりたいはずの皇室典範が逆にやりづらくなってしまったと。そういう環境を整えるために、この2法案を維新さんが大事なのはよくわかります。それ維新さんからしたらですね、私も藤田さんや遠藤さん、馬場さん、そして中塚さんとも長いお付き合いですけれども、それは肝入りの法案であることは間違いないので、やりたい気持ちわかるけれども、まずは閣法ですからね、政府・与党がこれ出した法案の、これをしっかりとやるという環境を整えるのは当然じゃないですか。そしてもう2つのは、予算委員会と党首討論をやってねと、これを要請しているので、おそらく藤川参議院の予算委員長、自民党さんですけれども、今日までに回答が来るという期限ですので、今日夕方までに何らかの形で打ち返しがあると思いますが、総理がご一刻されればね、まず政府・与党ができることは、一番の地ならしである最初の予算委員会と、そして党首討論をやるということですから、これは私も当然、総理は受けられると思います。はい、会期延長60日なんて話も出ましたけれども、はい、基本的には会期末までにきちんと審議をして、で議員立法、維新の議員立法2本については、ゆっくり、なんなら臨時国会でやればいいじゃないかということでしょうか。私はね、うまくやれば、これ、会期内にできる策はいくらでもあると思いますよ。一見ね、ピンチのようですけど、これ、野球で言ったらね、6、4、3のダブルプレー取れるんですよ。ところが、最初のショートがファンブルして、セカンドに暴投投げてですよ、やっと取ったら、セカンドがショートバウンドで、ファーストがまたファンブルするって、野党が何かやる前に、与党内の連携が全然うまくいってないんですよ。傍から見てるとね、なんか野党が邪魔してるって言うけど、その実、この原因を作ってるのは、与党の中の連携が極めて悪いね。俺にやらせろっていうのは、これ、本当に、うまくまとめられるよ、これ、本当に。古川さん並みのいい例えかなと。いや、本当そうだと思います。会期延長、この段階でね、60日と、これ、本当に総理がおっしゃったかどうか、まことしやかに、高い総理がおっしゃったような報道も一部ありましたが、総理、そんなことおっしゃらないと思いますよ。そんなこと言ったら、与野党を超えて参議院敵に回すことですからね。長く政治経験のある安倍さんたちはよくご存知だと思いますが、やっぱね、権力の源泉といったら極端かもしれませんが、参議院をどう抑えるか、そしてこの参議院で過半数ないんですから、とても総理が参議院を軽視するような60日延長だなんてことを言うとは、私の存じ上げている高市総理は、そのようなことをおっしゃる方ではないと思います。はい、皇室典範のことでお伺いしたいんですけれども、参議院側の方では特別委員会での議論を求めていたかと思うんですが、立法府の総意を取りまとめた政府案が、改正案が出てきまして、ちょっと立法府の総意をはみ出てるんじゃないかというような、昨日午後国民ライブでもあったかなと思うんですが、そのあたりも踏まえて議論すべき場というところ、ご意見いただければと思います。議論する場はどこでもいいんです。この議論するとこで、揉めたような議論にならないようなものを作ることだね、まず案として。そもそもこの問題は、皇族数の確保っていうのが一番のテーマだから、そこにやはり主眼を置いて、しっかりと議論するべきですし、この話をね、委員会の中で、
議論をやり合うようなね、そういうものにしてはだめですね。おおむね主要政党が納得するものをテーブルに出して、よくね、議運でやるのかとか、特別委員会だとか、議運でなきゃだめだとか言ってるけど、皆さんが納得するものを出すんですから、私はどこでも関係ないと思うけども、むしろ揉めないものをしっかりと出すこと、あまり詰めすぎないことだね。あまり細部まで詰めすぎると、総論賛成、各論に入るといろんな議論がどうしても出るから、しっかりとそもそもの目的だった皇族数の確保をすると、世界で一番古い王室を持っているデンマークは54代、これが1120数年なんですよ。イギリス王朝っていうけどね、40代で960年しかないんです。日本は126代、2686年ついてらっしゃるんです。この世界に類を見ないこの我が国のバックボーンが、世界の皆さんからはね、やはり畏敬の念を持ってくださってるんですよ。ですからこれを政局にするのではなくて、我が国の、私はですよ、我が国のこれがまさにバックボーンだと思ってますから、どこの場所で議論するとか、そういうことではなくて、しっかりと今ご苦労されている16名しかいらっしゃらない皇族の皆様、そのうち11名が女性ですから、ご負担や、これはもう我々の想像を絶すると思います。国民の心に常に寄り添っていただいて、この皇族の数をどうやって安定するかと、それをしっかりと原点に帰って、我々が立法府として責任を持って、この日本のためにやりきることだと思います。ありがとうございます。今の関連でいうと、揉めないようにというところでいうと、付帯決議なり修正なりというところを求めているいろんな考え方、中身についてはこれからそれぞれが議論するので、私がこの会見で発言するのは控えたいと思います。